こんにちは、ロックンクローラーズです。今回はですね、カリスマ RC のブルドッグデラックスキットですね。こちらがね、完成しましたので、ビルド情報をね、お届けしていこうかなと思います。主に要点をお伝えします。まずこちらのキットなんですが、サスペンションのね、ショックオイルとかね、グリスとかネジロック剤というものはね、入っていないので、自分で用意する必要があります。まずサスペンションから組み上げていきます。サスペンションにね、付属しているこのシリンダーはアルミ製ですね。RTR だとプラスチック製のね、シリンダーだったりもするケースもあるんですが、キットの、こちらのキットはシリンダーです。デラックスキットってことなんでね、結構いろんなパーツがね、いいものが使われています。パーツ構成はこんな感じですね。で、このオーリング、でっかいオーリングね、これをね、このプリロード調整するね、このパーツのね、中に入れるんですよ。で、マニュアルにね、記載があるんですが、図だけを見ると、なんかどこにこれつけるのかわかんなくて、初めちょっと戸惑いました。というのは、ブルドッグのね、マニュアルと他のね、マニュアル、このね、なんか位置が違うんですよね、書いてあるね。英語を読めばわかるんですけれども、ちょっと戸惑いましたね。で、これ結構きついですね。オーリングが入ったことでね。なんでちょっとオイルを差しながらですね、回して、このプリロードのね、リングをね、締めていきます。で、あとグリスつけたりしながらですね、オイルリング入れて、こういうパーツを組み上げていくと。この辺はね、皆さんね、もうね、何度もやられてると思うんで、僕がね、説明する必要はないかなと思うんですが、なんかね、このパーツ似たような形状してるんですけれども、なんか反対側がね違ったりとかっていうのはあるんで、やっぱマニュアルっていうのはよく見た方がいいですよね。僕ついついね、なんとなくイメージでね組み上げちゃったりするんですが、一回ね、だからこれ失敗してます。一本だけね、バラしてやり直してます。で、ショックは完成ですね。非常にビッグボアのね、太いサスペンションですね。そして次がね、デファレンシャルのね、このデフロックのね、する部分のギアですね。このギアね、これがね、オプションで波数違うやつとかがあるとオーバードライブとかできるんですが、カリスマはね、やっぱりまだね、そのオプションパーツ、社外品パーツっていうのがね、少ないですよね。っていうか、ほとんどないんじゃないかな。純正品でしかね、パーツほとんどないので、そういうカスタムはちょっとできないっていうのは正直あります。で、こんな感じでね、デフロック版の、デファレンシャルギアが完成しました。そしてね、フロントとリアのね、アクスルハウジングですね。これを組み上げて、さっきのね、デフのね、ギアを中に入れていくという作業です。この辺も説明書を見ていけばね、なんてことない作業です。こうやってね、グリス使ってくださいっていうね、指定があるんで、僕結構多めに塗っちゃうんですけど。そしてこのね、なんつうの、このパーツをね、ネジで固定していくんですが、これ、他のメーカーだとこれ一体型になってるの多いですけどね、これはネジで固定します。そして、デファレンシャルのね、これ、フロントとリアで向きが違うので注意してください。アンチトルクツイスト機構のね、ために、こういうことになってます。なんで、フロントとね、リアね、分かるようにですね、なんかね、マスキングテープでもね、貼っといた方がいいかなと思いますね。で、今これネジ締めてるでしょ？で、これね、あんまり強く締めすぎると、この後の作業で、ケースをね、これ蓋するんですけど、蓋がね、入らなくなるんでね、ちょっと 50% ぐらいのね、感じで締め込んでおいた方が、僕の場合は良かったです。あとね、説明書と、付属しているネジのね、形状がね、ちょっと違うってことがありました。が、長さは同じだったので、そのまま使いました。若干、なんか説明書がね、ちょっと解読しにくい部分はありますね、このブルドッグの場合。
で、こんな感じでできましたね。そしたらですね、アクスルのシャフトとかリンクとかその辺を作っていきます。で、これ付属のですね、ナックル。これアルミになってます。プラスチックのもついてるんですけど、このデラックスキットにはですね、このステアリングリンクとかもアルミ製になっていて、ちょっとね、高級感がありますね。で、これアクセルのこのシャフトなんですが、これね、なんかバネみたいなやつをここに挟み込んで、ピンシャフトピンが、出てこないようにするっていう仕組みになってるんですが、これちょっとね、入れるの大変でしたね。このシャフトピンね。なので、これなんかね、このバネのね、端っこをですね、うまくですね、この溝の中に入れて回し込む感じですね。ネジみたいに。そうすると、うまく入りました。なんか力ずくでね、広げて入れようと思うと絶対入らないですね。こう回してるでしょ。こう回して、カチッとはまるんでね、そんな感じです。で、ナックルつけて、で、なんかカーボン製のね、このパーツもつけてね。そう、ネジね、これなんかどこに何ミリのネジ使うのかっていうのがちょっといまいちよくわかんなかったですね。で、これオプションパーツがついているんですよね。で、オプションパーツ用の説明書があるんですけれども、それがね、いまいちね、よくわかんなかった。はじめ。どこを飛ばせばいいのかっていうのがね。でもちゃんとね、図解を見ていけばね、大丈夫だと思います。僕はね、いい加減な性格なんで、その辺飛ばしちゃったんですけどね。そしてね、これ、このなんかね、リアのね、アクスルのこのプラパーツもね、ちょっとなんかね、ネジをどっかね、ネジ締めすぎてるとね、うまく入らないとかっていうのがあるんで、ちょっと調整が必要でした。で、あとリンクね、はこんな感じで、これは普通に組む感じですね。このピボットボールのね、部分のね、形状がね、違うものもあるんで、その辺は注意した方がいいですね。あと実寸表示などでこの辺も分かりやすかったです。そしてドラシャですね。ドラシャはですね、これはなんてことないんですが、ギアボ側につくパーツとアクスル側につくパーツ、これがね、微妙に違うんですよね。だからその辺も注意した方がいいです。そしてギアボですね。これもね、ちょっといまいちよく分かんなかったのが、これ、型番がね、16290とかね、あるんですが、こっちの2つは一緒なんだけどね、初めのね、作るね、これ、15865って違う型番になってるんですけど、これ3つともね、同じギアです。その辺は謎です。あとはね、普通に組める感じかな。ネジ穴ちょっと潰しちゃったりとかしたこともあったんですが、なんとかね、組み上げました。で、ギアボケースね、こんな感じでギアを入れて、プレートもつけてね、モータープレートもつけて、こういう感じでね、回りましたと。この辺はね、非常にシンプルなギアボで、すごくいいですね。いじりがいがあるというか、いじるときに簡単ですね。調整しやすい。調整はしないか。メンテナンスしやすい。で、ギアボにドラシャつけてこんな感じ。続いてシャーシですね。もうこっからはですね、他のパーツできてんで、シャーシにね、いろんなパーツ組み込んでいくだけです。プラスチックはですね、割と普通のプラスチックかな。ハードプラではないですね。で、このスキットなんですが、ネジ穴がね、一般的な位置にあるので、これ LCG シャーシとかにもね、多分直接つくと思います。なんで、カリスマのね、
ラジコンを LCG 化するっていうのもできなくはないと思います。サーボホンもねついてます。3パターンね。これは 25T ですね。一応付属のやつを使ってみました。で再度ですね、左側のねパーツをねいろいろねつけていく感じですね。左側から、ショックマウントとかね、そういうもの、ブレースとかね、この辺は非常にやりやすかったですね。で右側をつけていくと、レールを、そしてほぼほぼ完成なんですが、こっからですね、シャーシのレールの、骨組みが完成したという感じなんで、こっからギアボとかね、アクスルとかリンクとかをつけていく感じになります。ギアボはこんな感じでね、穴がねちゃんと開いているので、そこに刺してですね、レールの右のレール側とね、ギアボのなんかパーツをね固定するっていうね、ちょっと珍しいパターンでした。なんかヒートシンク的なねダクトがついてますよね。意味はないと思いますが。でこれちょっとね前後のアクスルねつけるの間違えてるんですけど、今これねシャフトを外すのはねちょっと大変でしたね。ネジロック剤使っちゃったんでね。でも外れました。であとはですね、アクスルがついていたらですね、これアッパーリンクももうついてますね。こんな感じでね、リンクとロアリンクとね、ショックのね下側をこう友締めする感じでつけて、スキット部分のね方とこのアッパーリンク、ローアリンクが固定して完成ですね。フロントも同じようにやっていく感じです。このやっぱリンクとアクスルついて、ここでねこうちゃんとね動くとやっと完成したなって感じで一段落ですよね。完全な本当ホビーグレードのこれはもうロッククローラーシャーシですよね。ロックかは分かんないですけどね、クローラーシャーシですね。おもちゃじゃありませんね、全然。ってことでですね、この後なんですが、バンパーとか、これ説明書見るとね、バンパーがつけろって書いてあるんですけれども、付属もしてるんですが、ただ、ブルドッグの場合はこれいらないです。そしてタイヤね。タイヤは、5つついています。スペア用、飾りのね、スペア用ね。で、僕は、ウエイトをね、一巻きしました。ちょっとね、ボディの方の計画が、重くなりそうなんですよ。いろんなパーツ、3D プリントパーツとかね、載せるんでね。なんでね、タイヤはちょっと重くしときたいなと思って、ホイールにウエイトを入れています。で、このホイールね、どんなホイールでもそうですけど、結構これ組むの大変だったりしません？ネジ短いんですよね、本番で使うネジって。で届かなかったりして、届いたけどなんかずれちゃってタイヤが歪んだとかってあるんですけれども、長いネジをね使ってね、初めに仮固定しとけば OK です。何でもいいんでね、ネジはね。それで仮固定したらね、本番のネジで、固定してあげると。それで仮ネジ外して全部止めればね、綺麗に組み上げることができます。こんなタイヤね。結構ね、このタイヤはね、他のね、カリスマのラジコンで、ほぼほぼ全部このタイヤが採用されてるんですが、すごくね、サイズもいいし、弾力とか、ゴム質、パターンもね、良くてね、結構いいタイヤだと思います。で、メカはこんな感じでね、装着して配線もしました。ということで、シャーシはね、完成しましたので、次はね、ボディですね。そちらもね、また動画公開しますので、ぜひチェックしてみてください。